今日はですね、ランボルギーニを撮ります。先日久々20代からお世話になっている諸井さんにもう8年ぶりに会えました。で、お時間いただいて、でちょっとドライブを兼ねていろいろ紹介していただきたいなと思ってるんで、今日は諸井さんのお店回転草に行きましょう。あ、お久しぶりです。おー、先日ありがとうございました。元気？せっかく今日お時間いただいてるんで、うん諸井さんの話も踏まえていろいろインタビューさせてください。わかりました。今日はドライブをさせてもらっていいですか？はい、いいですよ。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ始まりました。お願いします。超チューブ。せいチャンネルなんです。せいチャンネル。名前がせい。名前がせいなんで、です。せいチャンネル。そうなんです、そうなんです。でも20代で乗ったのはいい経験だと思うよ。まあそうですね。俺はやっぱり30ちょいで買ったから、あ、そうなんです。そう、20代でやっぱ乗れなかったし。何台ぐらい乗ってきてたんですか？俺も数えてないからわかんないんだけど、だいたい30ちょいぐらい。ランボルギーニですか？ 30ちょいぐらい。30何台ですか30何台乗り継いできてる。一番乗りやすかったランボってちなみにまあウルス入れたらね、はいはいはいやっぱウルスが一番乗用車だから乗りやすいけど、やっぱり自分一番好きなのは走りで言ったらやっぱガヤルドかウラカン。あ、ガヤルドなんですね。まあ、ガヤルドとウラカンが、はいはいはいなんだろうな、俺その首都高結構走るのが好きで、はいはいはいでやっぱり走ってるとこうバトルとかって始まっちゃうじゃないですか。ああ、まあまあなんかまあポルシェとか、はいはいはい国産の走り屋の人とか、そうするとガヤルドウルスだと結構いい感じで走れるんですよ。ただアベンタドールとか、まあ、ムルシエラゴとかディアボロとかだとちょっと重いんですよね。重いしね、なんだろうな、直線はいいんですけどコーナーが多い首都高はやっぱり、まあ、ディアブロはすごいなんか気使うイメージありますね。まあそうですね、僕もディアボロは大変です、マニュアルですもんね、はい重いんですよね、あれって。そうそうそう。あ、そうなん、僕アベンダだと思ってました。ああ、はいいやでも自分はもう乗りやすさはウラカンガヤルド間違いないですね。あ、結構意外ですね、はい逆にまあアベンタドールが一番慣れてますけど、はいはいはい。まあ首都高だったらウラカンガヤルド、逆に長距離のツーリングとかはい、長距離だったらアベンタドールの方がまあ楽っちゃ楽ですね。広いから。あ、そうですよね。逆にそのディアブロも、前なんか海外に持ってた時あったじゃないですか。はいはい、イタリアに。あれは何のイベントだったんですか？あれはランボルギーニ社の創立50周年記念っていう、はいはいはい結構イタリアの国を挙げてのイベントがありまして、はいそこでまあ日本人代表としてディアブロを船で送って、はいはいはい。自分もそのイベントに参加したっていう。その時も結構カスタムをされ、その時はディアブロをはいそのイベントのために500万ぐらいカスタムしたんですよね。バーッとロベルタか上がるやつですね。はいはいはい。上がるやつつけたり、はい。まあ電飾追加したり。あれで総額いくらぐらいかかったんですか？あれはでも言ったって1000ぐらいじゃないですか。でまあディアブロを自分持ってく、イタリアに持ってく上で、はい。やっぱりその世界35カ国350台が、まあ、イタリアに集結するわけですよ。でそこでまあ4日間の1400キロの、はい。まあ、旅が始まるんですけど、そこで自分は一番になりたかったんですよ。はいはいはい。それは走りもそうだしパフォーマンスも、はい。もうとにかく全てにおいて一番になりたかったっていう気持ちで行ったんですよね。そのランボルギーニ50周年記念イベントで、はい。まあ、一番注目されたんですよ、はいはいはい。350台の中で、はいでまあ良きも悪くも、まあ、新聞とか
ヨーロッパの新聞とか雑誌とかいろんなところに出て、で結構有名になっちゃったんですよね。で日本帰ってきて、ある雑誌社のオファーで2日間かけてショートムービー作ったんですよ。はい。でそれはまあアンダーグラウンドヒーローっていう今でも YouTube 流れてるんですけど、はそのアンダーグラウンドヒーローの YouTube ショートムービーを撮った時に、い。はい。雑誌社の宣伝用のムービーだったのに雑誌社がコンプライアンス的な感じでちょっと NG になっちゃったんですよね。なぜかっていうと、まあ、設定がヤクザだったんで。あれ新宿に走ってた動画で。そうですそうです。僕黒いランボルギーニで見たことあるんですよね。はい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 。あの時黒いランボルギーニディアブロ GT も乗ってたんで、はいはいはい。それでまあヤクザの役でショートムービー作ったんですよ。はいはいはで、まあ、雑誌社の宣伝はダメになったんだけど、い。はい。それを撮ったオーストラリア人のルークっていうのが、はいまあ、そのせっかく作ったから世に出したいっつって YouTube アップしたんですよ。なるほどですね。でその YouTube アップしたらそれが世界中にバズっちゃったんですよね。バーッと有名になっちゃったんですよ。なるほど。日本の諸星はいはいはい。イコールヤクザもうやばい人ですよっていう。これがランボルギーニで暴れてるっていうムービーが世の中に出回っちゃったのをはい。そのタイミングでイタリアの本社がやっぱりこう見るわけですよ。それでその時オーダーしていたランボルギーニアベンタドールアニベルサリオはい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 。の日本上陸1号車のはい。権利を取られそうになっちゃったんですよ。売るなってことで。そうなんですね。でそれがいわゆるその記念たる50周年車のは1号車をヤクザの諸星に売るなとい。なるほどですね。いう通達が本当に入ったんですよ。はい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 。いやそれが世間で今でもこう言われてるっていう。ただ単にその動画を撮ることに対して勘違いされて、そうなんです。でそういうニュースになったってことそうなんですよ。で現にそのアニベルサリオも、はいまあ売ってくれたし、はいはいはい。別にいつでも新車でオーダーできるし、はいはいはい。出禁とかいろいろ噂があるんだけど全然そんなことなくて、そのランボルギーニに対してのカスタムって、これが絶対欠かせないみたいなポイントってどこなんですか？まあ自分はやっぱりそのかっこよさ、カスタムのコンセプトが、はい。スター・ウォーズっていう映画あったじゃないですか。ありますありますね。あれをちょっとイメージしてるのがあって、なるほど。自分スター・ウォーズが好きでずっとはい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 。育ってきたんで、はいスター・ウォーズと、まあ、日本の暴走族、はいはいはい。その文化を合わせた感じのイメージでエアロのデザインとか、まあ、光り方とかはい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 考えてやってるんですよね。でよく混合させちゃった感じなんですいや勝手に混合させちゃってこうやってますよね。ただランボルギーニのデザインスタイリングが好きなだけで、はいはいはい。音とか全くそれ以外はもうベンツも日本車もはい全然わかんないんですよね。そうなんですか？そうなんですよ。だってよく車好きって言われるしね、車のこと詳しいと思われると思うんですけど、僕も思ってますね。全くよく分かってないんですよ。だから言ってみたらランボルギーニオタクじゃないですか。日本の文化でいう、はいはい。もう大好きすぎてもうランボルギーニだけなんですよね。僕も前モロさんの多分インスタかなんかで見させてもらった時に、やっぱランボーはもう彼女みたいに扱ってるって言ってたの見たんですよ。でも何台か持ってるわけじゃないですか。そうですね。でうまいな。それはなんかまあ別に変な意味ではないんですけどなるほど。それなんか均等にメンテナンスとか逆に言うとまあ洗車とかもそうなんですけど、その週に分けても乗らなきゃいけないわけじゃないですか。3台持った場合とか4台になった場合とかでどういう気持ち？そうだよね。言われてみりゃそうだよね。だからまあ言ってみりゃ緑のアニベルサニオ、まああれが本命なんじゃないですか。そうね。あとはまあなんかそうすいませんね。いやいや面白い。それね面白いよ。多分世間のみんなもそう思ってるから。いや僕もそれで今さランボルギーニ8台持ってるから。8台持ってるんですか？だから言い方変えると遊び人だよね、ただの。いやいやまあそういう意味ではないんですけど、なんかやっぱり乗らない車やっぱ出ちゃうじゃないですか。そうですね。で本当にそれこそなんかオイル交換もしてなければ、そうですね。バッテリーも上がっちゃったりとかもするんで、彼女みたいに扱ってるって言ってたんで、メンテとかもちょっと大変なのかな。いや大変だと思います。ですよね。自分はもう8台今あるじゃないですか。でまあエストーケって言って、1台自分で作ったランボルギーニもあるんですよ。だからそれ入れると9台なんですよ。結局乗るのってもう 2,3 台なんですよ。まあそうですよね。でそれ以外はもう保管してる感じで。ディアブロ2台じゃないですか。ディアブロ2台、あとアベンタ2台、アベンタ2台でウルスじゃないですか。あとウラカン、
あとムルシェラゴ、嬉しいな、こあともう一個内緒、う。はい。もう一個内緒でこれがはいエストーク、はだから9台。その内緒いつか世の中に出回るんですか？内緒はそのうち出ますはいそのうち出まもうす。楽しみにしてます。はい、もう一番最初に買ったのが、はもう32歳の時、い。おそらく見てる方は、どうやったら9台持てるかって多分めっちゃ思う方多いと思うんですよ。それもちょっと、まあ、せっかくなんではい今のランボーはいのストーリーも兼ねて、はいちょっといろいろはい、聞かせてもらいたいです。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。